おはようございます。今回は木目を描くのが苦手な人でも手数をかなり減らして綺麗にリペアできる方法を紹介します。前の動画まで iPhone X でやっていたんですが iPhone XIII Pro を買いました。っていうか買わされたんですけど、またその経緯は動画の最後に説明します。今回も楽しんで見ていただけたら幸いです。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。今回の技は印象的な木目が入っているものに限るのですが、使い勝手のいい技なのでぜひトライしてみてください。簡単に流れを説明します。まずこの濃い木目色のハードワックスを作って充填します。ボンドコーティングして必要な薄い木目色の線を描きます。この動画の場合なんと4本しか線を入れていません。それで綺麗な仕上がりになります。では実際に見ていきましょう。まず濃い木目色のハードワックスを作ります。 F614 と F354 を混ぜていきます。最終的にこの色合いです。濃い木目色にだいぶ近いですね。傷の部分をきれいにして下地処理をします。縁を押さえ込んでパテの収まりを良くします。調色したパテの充填です。指で押さえているのは万が一中に空気が入っていたらそれを押し出すためです。充填が完了したらウエスにシンナーを含ませて周りのいらないパテを拭き取ります。せっかくきれいに埋めたパテが溶けてしまうので傷の上は絶対に拭かないようにしてください。320番のサンディングペーパーで研磨します。この時力を入れて研磨してしまうとパテの部分はやっぱり弱いのでよく削れてしまうので面が崩れてしまいます。軽い力で回数で削っていくような形で削ってください。次に瞬間接着剤で表面を保護します。色付けもラッカーでするのでそのまま色付けするとハードワックスが溶けてしまうからです。瞬間接着剤が固まったらどうしても表面がザラザラになってしまうのでそのザラザラを取るイメージで研磨します。削りすぎて瞬間接着剤を削り切ってしまうと意味がないので少し残すイメージで研磨します。次に白い木目色の調色をしていきます。まず濃い木目色を作ります。できた濃い木目色に白を混ぜて薄い木目色を作っていきます。できた色で1本線を入れてみます。この点滅している薄い木目を線を描いて通します。色が少し気になったので色の微調整をします。そしてまたつなげるように1本入れていきます。3本目、4本目、5本目、間違えてました。5本入れてます。どうですか？線5本入れただけでここまで治ると十分だと思います。徐々にアップして傷がどこにあったか確かめてみましょう。正解はここです。かなり筆の手数を減らしてここまで治れば最高ですね。ためになったなぁと思えばチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ほんで iPhone XIII Pro を買わされた経緯なんですけど、ある日嫁さんが YouTube やりたいって言い出して、私が YouTube やりたいから iPhone を新しいのに変えろと。俺10でこんだけ頑張ってきたのに、金丸補修の動画も良くなるからいいかと思って機種変更してきたんですが、嫁さんも7から13 Pro に機種変しました。
料理の動画なんですけど、13 Pro の2カメで僕がカメラマンをして編集もしてチャンネルも作って動画のアップロードもして、挙句の果てに言った言葉が、補修の動画より私の動画の方がクオリティ高い。料理作られへんけどほとんど俺や。嫁はんのチャンネルにはトンテキと親子丼の動画が上がっているので、概要欄に貼っておくので、気になる方は見てみてください。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。